皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は WTO における韓国の嘘がバレたという話を少ししましょう。日韓の間では様々な問題がありますが、韓国側が日本の製品に対して不当に関税をかけたという出来事がありました。この件に関しては WTO で話し合いが行われ、その結果として韓国側に非があり、韓国側がかけていた関税そのものはやめなさいという裁定が下りています。しかし、その裁定に対して韓国側は我々の主張の方が正しくて WTO の裁定の方こそが間違いだという反応を示しました。そのため裁定が出たのは去年の9月にもかかわらず、今になってようやくその措置というものをやめるニュースが出てきています。韓国側の不誠実さを表すニュースだけに一体どのようなものか見ていきましょう。韓国 WTO で日本に敗訴した産業用バルブ課税を撤廃。韓国政府は19日、日本製産業用バルブへの反ダンピング課税を撤廃した。課税は不当だとする日本側の提訴を受け、世界貿易機関 WTO が協定違反を認定し、是正を勧告していた。経済産業省は同日、WTO 紛争解決手続きを通じ、問題措置の早期解消につながったと評価する一方、韓国が本来の是正期限を超えて課税を継続したことについては、是正勧告の誠実な履行とは言えず遺憾だというコメントを出した。対象となったのは空気圧伝送用バルブで、圧縮した空気の流れを制御する部品、自動車や家電など工場の組み立て工程で使われる。韓国は日本企業が不当に低価格で輸出したと主張し、平成27年に 11.66 から 22.77% の追加関税を適用した。日本は韓国の措置は WTO 協定違反だとして提訴。一審に続き、最終審にあたる上級委員会も日本側の主張に軍配を上げ、韓国側の協定違反を認定していた。韓国側は今年5月に課税措置の撤廃を表明したが、さらに自国の正当性を主張し、すぐには課税をやめなかった。8月18日の期間満了までは課税を続け、延長はしないという形を取った。このニュースを理解するには一つ前提条件があります。それは WTO におけるこの判決というのは日本側が勝訴だよという話それ自体は去年の9月にはもう一度結論が出ています。しかし当時韓国においては我々の方が勝ったんだと国内で報道し、それに伴う対応として是正勧告を無視し続けるようなことをしていました。この時韓国においては韓国側が勝ったという報道があったこと、このことを忘れてはいけません。記事の最後に世耕大臣のツイッターの発言などを載せましたが、この世耕大臣の発言というのは2019年9月のその当時の発言です。その当時、韓国においては我々の方が勝ったんだという報道を行いました。韓国側では勝ったという具合にして報道されているよというのが日本側でも報道されて、一体韓国はどのような考え方をしているのか理解不能であるということが、その時様々な方面から声が上がりました。その当時韓国は WTO が関税をかけていることが不当であるという指摘に対しては、いやいや我々の主張の方がはるかに認められたのだから WTO の裁定などには従う必要がないということさえ言っていました。一体どのような話をしていたかといえば、日本側の訴えの中に、例えば計算方法がこのような形なのは不当であるとか、もしくは日本側の主張に対して非常に枝葉の部分について様々な反論を行い、その反論の中においていくつかが認められ、韓国側としては全体としては我々が勝利したんだという、そういったへ理屈を述べていたわけです。もちろんこのへ理屈というのはあくまでもへ理屈に過ぎません。どこまで行ってもへ理屈はへ理屈であり、韓国側の不誠実さを表す出来事にしか過ぎません。そもそも関税が不当であるというその一番大事な部分が日本側の勝利である以上、いくら枝葉の部分であれは違うこれは違うということを言って、その小さな部分について WTO が認めたとしても、それはあくまでも枝葉の話に過ぎないのです。そして今回日本側においてこの関税措置というものがなくなるよというニュースが出た段になっても、韓国側ではこの話について特に触れる様子はありません。ですから、韓国側の報道を聞くだけでは、韓国国民としては WTO で我々は勝ったんだ、日本側が負けたんだという、そういった報道しか目にすることはありません。しかし現実においては、
WTO の判断に従ったというわけですから、韓国の国民が真実を知ることはなく、そのまま我々は勝ったんだという気持ちだけが残ることになります。韓国政府のこうしたやり方というのは、日本政府に対しても不当な行いであると同時に、韓国国民に対しても非常に不誠実な対応です。そして日本政府の対応にもう少し残念なところがあります。それは韓国側が不当な関税を続行していた、このことに関して日本側が特に大きな反応を示してはいなかったことです。例えば、韓国側がこんな不当なことをしているのだから報復関税を何かかけようといった、そうした具体的な動きというものが今のところ報道では見られません。もちろん現在においては韓国側がこの不当な関税というものをやめるという話になっているので、今から日本側から制裁を科すということは難しいかもしれません。ですから韓国側に対して何か報復措置を取るのであれば、今回のように物事が決着するよというニュースが出る以前において、韓国側に対して制裁を実行していなければならなかったのです。その点については日本側の措置というものが非常に甘いと言わざるを得ません。韓国側が行っていることは不誠実そのものなのですから、その不誠実さに見合った制裁を行わなければ日本側は何をしてもいいんだという悪い学習が働いてしまいます。このようなことが積み重なって韓国側が非常に日本に対して横柄になり、そして自分たちの主張ばかりを述べるというのは、後々の世にとっても非常に悪い実績となって残ってしまいます。日本側にはそうした自分の時には大きな揉め事を起こしたくないというサラリーマン精神などが働いているのかもしれませんが、大臣や国会議員というのはそうしたサラリーマン精神などを持つべきではありません。日本の国益のためには何をしなければならないのか。今ここで韓国に対してしっかりと制裁を行うことが、結局は日本の国民の未来のためにとって非常に良い関係を築く、そうした広い視野を持つことが必要でしょう。皆さんは韓国政府の非常に不誠実な対応と、それを見過ごしてしまう日本政府の甘さについてどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。